はい、こんにちは、サウンです。今日は友達から言われたこととかがあって、そういう人間関係について、みんな疲れちゃう時があるんですよね。その時によってちょっと話すると思います。人間関係ってうまくなるとしてもうまくならないし、その人はちょっとと思った時もその人からはしつこくするとかがあるんじゃないですか。だからその人間関係について僕が考える僕の基準、どうやって人間関係を作るのがいいかについてちょっと話すると思います。僕が昔から思ったのは、みんなに優しくするのがいつかはその人たちも僕にその優しさを返すと思ってみんなに嫌な気分があっても優しくしたんですけど、今考えたらその優しさっていうのが、国の法律みたいなこれが優しいことですじゃなくて、人それぞれそれ優しさを感じるのが違うのをもう知ってたので、僕が優しくしても僕はこうやってしてあげるのが優しいことだと思ってそうやっても、相手はそれがちょっと負担になりますとか、それは自分でできるのになんでやってくれるのとかに思う時もあると思うし、逆に僕がそうしてくれてもそれは当たり前なのになんでもっとしてくれないのとかに感じる人もいると思います。だからその自分だけの優しさの基準で行動しても、その子たちはその人優しいねとか優しくないねとか、人それぞれ考えが違うから、優しくするのはいいと思うけど、その優しくしてその人たちが自分をどう判断しても、それはその人の基準だから気にしない方がいいんじゃないかなと思います。その人はみんな性格が違うし、みんないろいろ考えがみんな違うから、僕と同じ、似てる考え方をする人たちと出会って仲良くなるのが一番いいと思うから、自分のことを優しくないねとか感じる人たちに、もっと優しくしても疲れるし、自分の優しさをそのまま伝えるだけでいいと思います。だから優しさの基準がみんな違うから、同じ言葉なんですけど、人の目線を意識しない方がいいと思います。どうしても僕が優しい人になりたいくて頑張っても優しくないって感じる人は、ずっとそう感じる人なので、その人たちのためにそんなに頑張る必要はないと思います。そしてみんなそうかもしれないんですけど、僕がみんなにいい人に認めたいとか、世界のみんなが僕のことをいい人ってもう認めてほしいとかがあるんじゃないですか。でも僕が考えたのは、僕がそういう友達とかそういう仲良しの関係を作るのは、人数が多分自分の心からの人数制限があると思います。それは人によって、10人になるかもしれないし、1億になるかもしれないんですけど、僕が、できるぐらいの人間関係だけ作ってその中で頑張ったらいいんじゃないかなと思います。僕の心のその余裕とか、人と人の人間関係に僕が例えば10人ぐらいだとしたら、11人目も頑張って仲良くなりたいと思っても、それがうまくならない時もあるし、ならないのになんでそんなに頑張ってその人を僕の味方に僕と仲良くすると思うかな。それもちょっと理解が最近はできなくなりました。だから僕ができるほどの人間関係を作って、そして最近じゃなくてずっと思ったのは、人の感情って引き取りじゃないから、僕が例えば皆さんが好きで僕の気持ちとか、物とかを10個あげたとしても、それを見てる皆さんは僕について、同じ10個を返す人もいるし、もっと返す人もいるし、1個も返さない人もいると思います。それは人間関係って、感情っていうものは、その自然に物を買うみたいな感じで、もう10円を出したからその物を買うじゃなくて、
10円を出してもそっちから10円分の気持ちを出すことじゃないから、それを知って僕は皆さんが好きだからこうやって動画を作ったり、そうしたりするけど、その反応が冷たいか、いいかは全然、気にしないっていうか、載せたから反応してが当たり前な感じじゃないから、それが人間関係についてしても、好きな人がいて、めっちゃ頑張って、好きだよ、好きだよ、好きだよにしても、その子は自分のことは好きじゃないかもしれないので、なんでこんなにしても好きじゃないのって怒ることもないし、逆に好きだよってして、ずっとなんかをおごったとして、その子が当たり前にしても、それはその子がもうそうなったから、なんで当たり前にして返さないのとか怒ることじゃない、全然ないと思います。こうなっても、自分の基準で、こんぐらいやってくれても返さない人なら、もうその人は、自分のことを興味がないと思うから、自然に辛いけど人間関係に対してその人は頑張らなくてもいいんじゃないかなと思います。だからそういう取引みたいな感じで1個あげたから1個を返してみたいな感じではしない方がいいんじゃないかなと思います。そしてうまく人間関係を続いてほしいなら、なんか心からその人に悪い気分が少しでもできたら、その時、できた時、すぐ言うのがいいと思います。僕の周りにもそんなのが、それ言って、もっと関係悪くなったらどうしようとか思って我慢する人がちょっといますけど、僕が思ったのは、その悪いことがだんだん多くなって爆発することより、こんぐらいになった時すぐ言って直す方がいいと思います。だから、こんぐらいの時は、本当に小さなことだから、相手に言っても、ごめんね、直すね、で終わると思いますけど、それが溜まって大きくなったら、それを言ったら、今更とか、なんでこんぐらいに溜まってって言ったのとか、なんかもっと関係が悪くなると思いますので、そしてそんぐらいな時を言って、怒る人だとしたら、その人はあんまりいい人じゃないと思うので、そんぐらいの人だったら、そのままで、そういう関係を、そんぐらいで続けるか切ることかしたら、いいと思います。だって僕が考えるのは、気が合う人だけを付き合って過ごしても人生はそんぐらい短いのに、なんでそういう気が合わない人を合わせて頑張って連絡取って疲れるほど頑張って、生きてるのか過ごしてるのか、僕は全然わからないので、僕のことを好きっていう人たちだけでも、その人たちだけで過ごしても人生は短いから、そういう人間関係について本当に疲れること全然ないと思います。だから皆さんが好きな人と頑張って過ごして、皆さんが好きな人にも頑張って、表現して、でもそういう人が冷たくなったらその時は辛いけど、分かった。僕を好きな人と過ごすよ。バイバイとか、なるのが人生の人間関係についてはいいんじゃないかなと思います。僕もまだそんなに長く生きてるわけでもないし、年もそんぐらいにとってないんですけど、僕の経験とか、みんなの話を聞いたら、僕についてはそういう人間関係がいいんじゃないかなと思って、この動画を今日は撮ってみました。皆さんにもこの動画が助けになったら僕は嬉しいと思います。なら、この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。そして僕はインスタグラムもやっているので、インスタグラムもぜひフォローして僕に動画でコメントとかインスタの DM とかでいろんな意見送ってくれたら、その意見を見て新しい動画を頑張って作ろうと思います。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。